じゃあ、今日はお坊さんの先生からお寺を学ぼうに来ていただいてありがとうございます。で、ですね、ありがとうございます。流れとしては、最初に私の自己紹介、そしてどうしてこのイベントを開催することになったか、そして、川村さんの自己紹介、それからインタビューと書いてカッコつけて言ってるんですけど、ただ私が山ほど質問があるだけなんですけれども、で、そこから、その後 Q&A、皆さんから、川村さんにもう、好きなだけ質問してもらって構わないんで、で、最後にちょっと川村さんにお経を唱えていただくので、もし最後まで入れる方は絶対それをお見逃さないように。多分日本の方はこの後、寝る予定だと思うんで、心健やかな気持ちで、まあ、寝に行けるといいんじゃないかなと思って。で、ですね、予定としては、まあ、1時間から1時間半。ただ、結構私昨日こういう質問したいなっていうのをまとめてたんですけど、なんか聞きたいことが山ほどあるんで、多分可能性としては1時間半になるだろうなっていうのがあって、で1時間半になってちょっと長いから、私もう寝るとかっていう方はもう退会してくださって構わないので、一応アーカイブにも残しますんで、後で見るとかいうのも可能なんで、それは大丈夫です。じゃあ、ですね、とりあえず結構お知り合いの方が多いんですけれども、初めての方もいらっしゃるんで、自己紹介させていただきます。品川ミッシェルです。今日はよろしくお願いします。皆さん来てくださってありがとうございます。で、ニューヨーク、私、自分の名前直してないですね。すいません。話すのに忙しくって。普段は日本語で品川ミッシェルって出してます。で、ニューヨークに住んでまして、アメリカはもう30年いるんで、で、家族も、こっちなんですね。親も兄弟もこっちで。だから本当に日本に関係ある人がいなくって、だから、5回ぐらい、30年いて、5回ぐらいしか日本にも帰ってないんで、なんかほとんど日本のことを知らないで、まあ、日本語はアメリカにいる日本人の方と英語交えて月一で話すかなぐらいの感じなんで、だからもう本当に日本のこととか日本語とか全然ダメで。このコロナになった時に今なんか何が起こるかわからないみたいな感じじゃないですか。特にアメリカちょっとこれないんじゃないっていうのが山ほど起こってて、それでもしかして私グリーンカード持ってるんですけれども、もしかして永住権持ってても日本に飛ばされたらどうしようとか思って、もう言葉も話せないわ、子供の時行っただけだから働いたこともない国とかに飛ばされたら、しかも誰も知らないしどうしようとかって思ってた時に、ちょっとじゃあ日本語と日本の文化を学ぼうと思ってサロンに入らせてもらったんですね。だからもう初めてこういうイベントに行った時はドキドキで、ちょっとなんか話せなかったりとか、混じれなかったらどうしようかとか思って参加したら、本当にみんなによくしてもらえて、でそれから私のこと知ってる方は知ってられると思うんですけれども、まあ、日本語強化機関みたいな感じを作って、こう自分でイベントしたりイベントに参加したりして、まあ、日本語を頑張ってるんですね。だから結構口が回らないことが多いんですね。日本語と英語って口が違うんで、ちょっととちったりすることよくあるんで、西野さんがよく言う姪っ子のピアノ発表を見るような感じで、ミッシェル頑張って日本語を学んでるのねと、ちょっと日本語が出てこなかったりとちったりしたら、そこを温かい目で見てやってください。で、ですね、あと、日本の笑いをね、今ちょっと頑張って試してるんですね。ちょっとみんなに笑ってもらおうとかいうの。だから、もしかしたら下手くそな、ギャグとかなんか飛ばすかもしれないんですけれども、あと、今日は川村さんもちょっとお坊さんギャグが出てくるかもしれないんですけど、まあ、川村さんのは絶対面白いと思うんですね。でも私のはちょっと、あれとかって思うかもしれないんですけど、とりあえず笑っといてください。そしたらもっと、面白くなれると思うんで。で、ありがとうございます。みんな笑っていただいて。それで、ですね、ありがとうございます。そう、ノリのいいのは嬉しいです。このイベントを、はい、皆さん、顔出されてない方も拍手とか、サムズアップとかありがとうございます。
このイベントを作ったきっかけっていうのは、私、レイキという日本のヒーリングを教えてまして、で、去年、オーストラリア人の先生、レイキの先生なんですけれども、と一緒にオーストラリア人、アメリカ人、ヨーロッパ人と20人ぐらいで霊気ツアーっていうのをやったんですね。だから2週間ぐらいその霊気のゆかりのあるところに行くっていう。で、お寺とかに結構行くチャンスがあったんですよ。で、私は本当に子供の時とか結構ね、おばあちゃん厳しかったんで知ってるはずなんですけれども、全然覚えてなくって。で、そういうオーストラリア人の先生がツアーをやってるんだから、お作法とか教えてくれるだろうと思ったら甘かったんですね。やっぱり外国人だから、いや、別に行ってそこら辺歩いときゃいいでしょ、みたいな感じで、だから私がググってみんなに教えてあげたいなと思って私がググっても、なんか限度があるじゃないですか。それで誰かにちゃんと教えてもらわなきゃ次帰る時までにはと思ってたら、そしたら川村さんに出会いまして、で川村さんがいつでも別にそういう話聞いてくれていいよって言ってくださったんで、それで本当はこうプライベートでズームチャットしようかなっていう話だったんですけれども、でもどうせ川村さんが時間使ってくださるんだったら他にもそういう方いるんじゃないかなと思ってたとこに、モスさんがね、私も知りたいとかって言って、ちょうどそのツイッターのところで言ってくださったんで、だったらじゃあみんなで学べることにしようっていうことで、それでこのイベントになったんですね。で、多分海外に住んでらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、多分私ほど知らない人はいないと思うんで、だからそれで最初に私が山ほど質問して、ちゃんと私が恥かけますんで、その後質問ある方、多分私ほど知らないことはないと思うんで、もう何でも聞いちゃってください。じゃあ、ですね、ここでちょっと質問なんですけれども、私みたいに長年海外で暮らしてて、例えば日本に帰った時ぐらい日本人らしいことしたいなとか思ってお寺に行ってとか、なんかね、結構海外に住んでる日本人ってお葬式とかそういうのに変えなきゃいけなくなっちゃったりするんですけど、そういう時にちょっとお作法が分からなくって困ったっていう方いらっしゃいますか？手を挙げてもらうのは。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい。じゃあ海外の方、みんなということでありがとうございます。で、あとは日本にずっと住んでて、でもなんかよくわからないけど、今更恥ずかしくて大人だし聞けないよなっていう方いらっしゃいますか、ここで。あ、結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。で、あとは、まあ、大抵のことはちゃんと知ってるんだけれども、でも、この先海外に出て、で、日本の素晴らしい文化を外国の人に伝えたいっていう、それだからもうちゃんとしたことをしていたいっていう上級者の方、手を挙げていただけますか？上級者はいない。あ、よかった。じゃあ、皆さん私と同じよ、私よりは上だと思いますけど、それほど上級者の方はいらっしゃらないということで。はい。じゃあ、ですね、今日参加された方には、川村さんのファンの方、結構多いと思うんですけれども、まだ、知らない方たちもいらっしゃると思いますんで、じゃあ、川村さん、自己紹介お願いします。どうもこんばんは。川村でございます。自己紹介、お坊さんですけれども、もともとお坊さんの大学を出まして、それから15年ほどは、お坊さんでない世界にいたんですね。普通に会社やってまして、いくつかやってましたが、15年ぐらいして38か40前ぐらいの時に大学院に戻りまして、そこから修士博士と進んで、その時にそれまでやっていた仕事全部人手に渡しまして、以降お坊さん一本でやっておりますけども、基本的には大学で教えるところから始まりまして、お坊さんになりたい人、お坊さんになった人に
仏教を教えるという立場ですね。で、その後、縁があったんで、お坊さん組織の、本山っていうところがあるんですけども、その本山の、責任者をしたりとかしておりまして、一昨年いっぱいで、本山勤めをご遠慮いたしまして、それ以降はもう、ほぼフラフラとしてますね。お寺を割と日本中公園に回ってましたけれども、コロナでそれもなくなりまして、いい機会なので、もうそれもやめちゃおうかというぐらいの雰囲気で今いますんで、一応お寺はあるんですが、看板だけです。実態はそんなにないと言いますか、もう看板で、一人親方と呼んでおりますけども、看板だけで実態のないお寺の住職と。住職を一応名乗っておかないと、いろいろと説明が面倒なので。ということ、一応正式なものではあるんですよ。お寺もね。ですけど、実際お参りするところも今倉庫と化してますから、結構いい加減です。はい。そんなもんでよろしいですか？ですからね、今おすまししてますけども、マナーって言われても、割とマナー気にしない方なんで、どうお答えしたらいいのかなと思ってますが、わかることだけ、お話ししたいと思います。それと、一つだけ、最初に言って皆さんに申し上げておきたいんですけども、お寺って硬いところじゃないんです。お寺というのは、お坊さんにとっては修行の場ですから厳しい面もありますけども、一般の方々はお寺っていうのはリラックスするところなんです。硬くなるところじゃないんですね。だから変に構えてこうしなきゃとかっていうことはあんまりそんなに神経質に考えなくていいんです。失礼さえなければいい。失礼って何かというと、仏様に対する敬意ですね。だから、それはもう常識的なことなので、それさえ、あれば、もうあんまり細かいこと気にせずに、リラックスして過ごしていただくとこがお寺なんですよということを、それだけちょっと先にお伝えしたいと思います。これでよろしいですか、ミシェルさん。はい、ありがとうございます。じゃあですね、一応これは川村さんが、はい、ありがとうございます。一応これは川村さんが、ツイッター上で書かれてくださった今日の回の、コピーなんですけれども、皆様をスター・ワーズとハリー・パッターと男たちのバンカを足して25で割ったようなワンダーランドへお連れしますと書いていただけたので、コピペして今日の煽り文句として持ってきました。でも川村さんちょっと責任は取れないけどねと言われましたんででもそういう気分で今も言われたようにちょっとお寺とかって硬いかなと思われるかもしれないんですけれども、そうやってちょっとみんなで楽しんで学んでいきましょうという。あと川村さんちょっとファンの方が多いんで、ちょっと川村さんの引き出し開けてくださいみたいなリクエストもあるんで、ちょっとそちらの方も前中していきますんで。じゃあとりあえず質問始めますね。はい。一番最初に聞きたいのは、これってすっごい基礎的なことすぎて恥ずかしいんですけど、外国から見るとそのお寺と神社の違いっていうのがなんかあんまり分かんなくって、日本にいる方ってそういうの分かるかもしれないんですけど、だから英語ではテンポかシュラインなんですね。で私ちょっと間違って
例えば Facebook とかに日本に行ってた時に Facebook とかに神社行ったのにテンプルとか言って載せたりするとうちの母から怒られたりするんですよ。でそこら辺の違いをなんだろう、その宗教として違うっていうのは分かるんですね。ただそのなんだろう、場所としての違い、行った時の違い、お作法の違い、そういうのを知りたい。あとこれが見えたら神社だよとかこれが見えたらお寺だよっていうのを教えていただけると私にとっては助かるんですね。もしかして皆さんそんなのもう基本の基本で知ってるかもしれないんですけれども。はい。神社とお寺の違いですよはい。ね。まず、当然、神社には神様がいらっしゃって、お寺には仏様がいらっしゃるので、その違いなんですが、一番わかりやすいのは、入り口に鳥居があるかどうかなんですね。鳥居があれば神社だと考えていいと。うん。で、建物の違いというのが、今、新しいものについては違いがあるんですよ。新しいところと、例えば伊勢神宮とか、熱田神宮というような、もう超有名な神社というのは、神社の形をしてるんですけれども、もともと、もう明治時代になるまで、江戸時代江戸時代いっぱいで、明治時代に神社とお寺を政府が分けたんですね。それまでは神社とお寺の区別というのが非常に曖昧だったんですよ。もっと言えば、もう多分9割以上の神社というのはお寺が管理してたんですよ。お坊さんですね。で、お寺の中に神社がある。で、もちろん、伊勢神宮以外の神社は、神社の中にもお寺がある。そういう状況でしたから、古い神社の建物は、お寺だった頃の建物をそのまま使っているものが多いんですね。だから建物の形を見てもわからない。で、ですから、一番の目印は鳥居になります。入り口に鳥居があれば神社だし、鳥居がなければお寺だと、ざっくり思っていいというのと、お寺は、本堂、一番メインのお参りする建物の中に、多分、まず、どこでも見える形で仏様がいます。仏像が置いてあります。で、神社は、ご神体は絶対に表に出しません。蓋がした、ドアが閉まった状態のお堂があるだけですね。だから、見てわかる大きな違いというのは、そういうところですね。じゃあ、結構他の人にも分かりづらかったりします？そんななんか神社の中にお寺があるとか、なんだろう、お寺と神社が結構混ぜこぜになってたりすると、普通になんか日本に住んでる人でもちょっと迷ったりしたりしますか？そういう。だからもう日本人の場合はもう習慣的に鳥居があれば神社だと思ってるんだと思います。ああ、でも実はお寺が入ってたりすることもあるってことですね。場合もあるし、今でもお寺のすぐ横が神社になってたりというのはもういくらでもあるので、区別ついてない方もいらっしゃるはいらっしゃいますよ。ああ、なんか引っ掛け問題みたいな感じですね。鳥居が見えたから、よし、これはとか思ったら違うみたいな。へえ、じゃあ、お作法の違い、結構そのお水飲むんじゃないですね。お水で清める場所とかあるじゃないですか。で、それはい。は、両方、神社とお寺と両方にありますか？お寺の場合だとないとこも結構ありますけども、
基本的にはあるところが多いと思いますね。一応清めてから神様か仏様にお目にかかるっていう感じなんですね。そうです、そうです。じゃあ、もしよければお作法をやり方を教えていただいて、それで川村さんにお作法を教えてもらったら、みんなでちょっとやりませんか？こうやってこうするっていう体で覚えていかないと、次行った時ここで知ってる方いらっしゃいますか？もう頭で知ってる、こうするみたいな知ってる方いらっしゃいます？特にいないですね。じゃあみんなでちょっと川村さんに教えてもらった後、じゃあはい右して次左してみたいなのを体で覚えていきましょう。そしたら次行った時に簡単にできると思うんで、私あれが本当になんか貼ってあるところとかあるじゃないですか。手洗いのところっていうか清めのところでそれあったらこうするのねとかって分かるんですけど、貼ってないところってなんか周りの人見ながらこうなのとか言って、でもなんかみんな違うことしてたりするんですよね、その人によって。だからできればね、川村さんは別に固く考えなくてもいいんですよって言われたんですけど、できればちゃんとしたのを知ってたいんで、じゃあすいません、でも教えていただけると。なかなかちょっとスペース的に動くのきついんですけど、すいません。まず一つ、まず第一に、水が蛇口、竜の頭、竜頭っていうんですけども、蛇口から水が流れてますね。で、下に石に水が溜まってますね。で、水は蛇口の方から取る。溜まってる水を汲んではいけない。というのが一つですね。この溜まってる水何が入ってるか分かりませんからね、衛生的じゃないというぐらいに思ったらいいと思うんですけども。で、まずひしゃくを取り、ですから手を直に使わない。必ずひしゃくが置いてありますから、ひしゃくで水を汲む。それで、水を、手を洗うときは、水が溜まる部分を外して、その外側に、水はこぼす。まあ、一応、正確には、前に出るときは、左が先というのが、大体のルールですんで、足を踏み出すときも、左足から出すというルールが一応ありますから、まず大体右手でも別に利き腕でいいんですけど、正直どっちからでもいいんです。まず手を洗う。まず手を一つずつしか洗えないんで、一つずつ手を注ぐ。手をすすぐ。ですね。ひしゃくからの水からすすぐ。そうしましたら、今度、ひしゃくの水を手に取って、それで口をすすぐ。ひしゃく直ではいかない。ひしゃくの水、ひしゃくから手に取って、で、軽くすすいで、吐き出すと。いや、こんなもんですよ。実際にこれやってみる。これに関してはね、そんなにやってみてもね、やってみるほどのことがないというか、現物がないとやりづらいというか。でもちょっとみんなでやってみません？なんかペンをひしゃくに例えてみたいな感じ。皆さんペンとかなんかありますか？別に想像のひしゃくでもいいんですけれども、あのできればじゃあはい、持ってられる方で持ってなかったらなしてもいいんですけど、ちょっと体験をしてみたいというね。じゃあ私今からやりますんで、川村さんもし間違ってたら言ってください。あと口をすすぐっていうのは、こう一応なんか入れるだけじゃなくて、シュッシュみたいなのを口の中で回すんですか？いや、もう形だけです。で、ペッて吐き出すんですよね。で、吐き出すときに、上品にするならここうですね。こう、う。こわかうですね。りました。上級テク習いました。
じゃあそれでプラス最後になんか皆さんなんだろうこういう感じに立てたりしません？なんかこれ触ったとこを洗うみたいなあれもまあ、それはしてもしなくてもいいんですか？しなきゃいけないということはないです。あできれば試着の絵の部分をあまり濡らすと腐るんで、あ、しない方がいいんですねだったら。しないぐらいの方がいいって、まあ、今コロナですからね、触ったところはね。でも水じゃコロナ取れないような気もしますけれども消大丈夫です。神毒して。様の水。わかります。じゃあ、これはしなく、なんかみんなやってるの見て、なんか難しいなとか思ったんですけど、じゃあそこはとりあえず省いて、じゃあみんなでちょっとしましょう。じゃあ、ペン持ってる方、ですね、とりあえずこれを水の蛇口に持っていって、こう、なんだ、竜って言いました。竜の口から水が落ちてくはい。るんですよね。そっちの方まあ、いにろんなありで、ますけどね。いろんなのあるんですね。はい。で、それで、左手を先に清めると。だから、ここに落として左手をで、清めるときって、ただ、かけるだけで別にこんなことしなくていいんですよね。これだけあの、こんな感じですよ。こういう感じ。ああ、じゃあこういう感じで、にぎにぎって感じですか？もう、はい。楽に。はい。で、次にまた柄杓を持ち替えて、で、水を注いでもらって、で、今度は右側をこう、にぎにぎして、きれいにして、で、すいません。次って別に右で持っても左で持ってもすいません。構わないですか？その口すすぐっていうのは右手ですすいでも左手ですすいでも構わない。多分私は右で柄杓を持つんで、左手で組んでると、あ、じゃあそ左れで。手がこう、じゃあまた右手に戻して、で、すすいでもらって、あ、っていうか、すすいじゃなくて、もう、水をもらって、で、左手に水を持ってきて、で、口の中に入れて、左手から。で、まあちょっと、すすいで、で、この上級者テクで、こう、ペット出して、で、それを戻すと。それで終はいはい。わりですね。で、戻すとき、例えばなんだろう、希釈ちゃんと綺麗に並べてるとことかあるじゃないですか。あれ、やっぱりちゃんはいとそうはいはい。いうの、もちろ元んもちろん。に戻す。うん。じゃあ、周りを見て、はい。はい。元あったようにしていただければいいと思います。はい、バラバわかりまラなのはちょっとね、ありますけども、できるだけ、美しく置いていただければ。わかりました。じゃあ、皆さん学べましたね、今、これのやり方と最後の上級テク。はい、ありがとうございました。いや、本当それ知らなかったです。こんなことができるの。な、で、はい。はい。いいごめんね。一つだけちょっと、注意なんですけども、動作をするときに、できるだけ音を立てずにやるっていうのが一応、学ぶ。どんな動きをするときも、できるだけ音を立てないというのが、かっこいいっていうか、うん、マナーですね。あ、じゃあ、ペッちゃダメですね。もう静かにそうです、出し、そうです。わかりまはい。した。じゃあ、これで次できます。ありがとうございます。で、じゃあ次は、神社とお寺ってこのなんかこうやったりこうやったりとかいろいろあるじゃないですか。で、そこの場所にもあはいはいはい。るって聞いたんですけど、例えば出雲神宮とか行ったんですね。そしたらここはちょっと他と違いましてみたいなことが書いてあったんですけど、そのはい。基本を教えてもらえますか？神社は私は分かりませんので、はい。お寺ですけれども、神社の時にね、今、二礼二拍手杯とかの一礼とかありますけども、書いてあればそうで、それをすればいいし、その場所によって違うことをするようにと書いてあれば、すればいいんですけれども、これももともと、そんな、決まった形はなかったんですよ。神社のお寺との違いは、神社では柏手を打つ。で、お寺では手を打たない。
あ、打たないんですね。全く。うん。お寺では一切打たない。その違いはありますけれども、これ、ぶっちゃけた話していいのかな。どうぞ。あの、知りたいです。正直に言えば、神社の作法なるものっていうのは、明治時代から、だんだん誰かが勝手に作ったものであって、で、全国的に普及したのは、インターネットができてからなんですよ。つまり、最近。若い人たちが、インターネットでマニュアルを見て、その通りにやらなきゃみたいになったおかげで、誰もが、二礼二拍手しなきゃいけないみたいな、ことになってしまったんで、これは、実際問題、例えば初詣の時とか、神社が渋滞してる時に、拍手をするという若者が増えたせいで、渋滞がひどくなってるんですね。じゃあ、しない方がいいんであのすね、渋滞してるときは。そうです、そうです。できるだけもう簡潔に、ただし、神社では柏では打つと。たったったでいいんですよ。ごめんなさい、で、時その間が、たったったの仕方。2回打ってお礼ですか？はい。あ、ちょっとみんなでやっあてみましょう。これ神社ですけど、じゃあ2回打ってお礼してみましょう。はい、1、2、お礼。はい、ありがとうございます。それは急いでると。はい、書いてあるときは書いてある通りにやればいいので、はい。あのお参りって形じゃなくて気持ちなんですよ。うん。この当たり前のことがないがしろにされているということが実はあって、神様を敬って神様にありがとうというのがお参りなんで、形よりも気持ちが先に、でそうなん。気持ちがあればそんなに失礼なことにはならないと。ああ、そうなんですね。なんか私から聞くところによると、日本って結構礼儀を重んじるとか、特に神社とかお寺とかだったら、なんかちゃんとしないと失礼になるとかっていうイメージがあるんですけれども、気持ちだけは山ほどあるんですけど、いつもなんかおろおろして周り見てるんですね。じゃあ、とりあえず気持ちさえ持っていれば、堂々と自分の知ってる範囲の中で、お参りして構わないっていうことですか？そうです、そうです。全くもって。うん。で、そのお寺は打たないって言いましたけど、じゃあお礼はするんではい。すか？お寺は、まず、本堂の前に、本堂行きますね。仏様の前に出たら、まず、一礼です。一礼したら、しっかりと仏様を見て、仏様を拝見して、合掌。その合掌っていうのは手を合わせる。手を別に合わせる。唱えるとかそうじゃなくて。唱えなくても大丈夫。で、この時に、神社でもそうなんですけども、よくほとんどの皆さん勘違いされているのが、合掌すると下向いて目つむるんですよ。これは、ちょっとおかしいんですね。あ、よくないんですね。はい。まず仏様の前に出たら、しっかりと仏様を拝見する。で、一礼して、そのまままた仏様を拝見しながら合掌、手を合わせる。で、合掌と、お数珠は、こうなりますね。合唱の時はね、ここにぶら下がる。ちょっとピカピカして見づらいですけど、ここでこうなりますね。ね。そうです。両手に
両手を合わせてこうなります。大体の普通の人の場合、ふさっていうんです。このビロビロは下向きです。下向き。はい。不正用の二重の場合は上に向かす場合もありますけど、基本こうです。で、合掌を解いたら、また一礼。ね、まず、見る仏様をしっかりと見て、頭を下げる。で、はい。で、合掌です。この時も仏様をしっかりと拝見する。で、合掌を解いたら、こんなもんです。難しくない。なぜかというと、挨拶するときに、人に挨拶するときに、人の顔、相手の目を見ずに挨拶したら失礼ですよね。それと同じことです。神様にやっぱりありがとうございますというのがお参りなので、その時に神様、仏様をしっかりと見る、拝見するというのがないと失礼ですね。お礼を言うのにね。これ何の時？はいはいはい。すいません、邪魔しちゃって。どうぞ。いえいえ、もう終わってるんで。はい。日本では人の目見ちゃいけないって聞いたんですけど、それは違いますか？どう、ババ人。ババ人、日本のなんか今見なきゃ失礼って言われましたよね。あ、わかります。あ、じゃあ話してる時ずっと見ちゃう。なんか日本人は目見たら失礼になるよみたいなことを聞いたような気がしたんで、大丈夫なんですね。それは昔のチンピラの人とかは目が合うと怖いことになったりし、基本はちゃんと人の目を見て話しなさいというのが基本です。そうなんですね。結構私の日本の文化って偏ってるんで、わかりました。じゃあ次からちゃんと人の目見て、なんかずっと見てたら怖がらせるかなとか思ったんですけど、あ、誰かが美和さんが話してる時は少しそらすのがマナーと聞いたことがあるっていうふうに書かれてますけれども、でも挨拶は。うん。じゃあですね、川村さん、じゃあ川村さんをちょっと仏様に見立てて、川村さんをしっかり見ながら、今の、習ったお作法をしてもいいでしょうか。みんなで。いや、まあ、じゃあ、仏様のとこ行きますからね。ありがとうございます。で、私が皆さんを連動掛け声しますんで、間違ってたら止めてください。多分皆さん分かってるからやらないと思うんですけど。じゃあ、とりあえず、ですね、一番最初は、じゃあ気持ちを、川村さん、どうもありがとうございますとかって言ってくるのかな。なんか、とりあえず気持ちをちゃんと持って、お礼っていうか、それで、ですね、川村さんの目をしっかり見てください。それで次が一礼ですね。目を見た後に一礼。で、またしっかり川村さんのお顔を見て、そして合掌。それで合掌、もしあれを持ってたらかけて、それで、それが終わったらもう一回お礼をして、で、そのまんまスッと、行ったらいいんですよね。ありがとうございましたって言って、はい。その、これ、いつ外したらいいんですか、合唱。こうやってお礼して外すそれと、お礼する前、合唱を解いて、合唱を解いてから頭を下げる。ああ、じゃあ最後、合唱して最後のお礼は手を解いてこうなんですね。はい。はい。はい。ああ、そっか。アメリカでは、ほら、インドのヨガが流行ってるじゃないですか。で、そのナマステになるんですけれども、結構みんなナマステって感じでやってるんですよ。だから、結構私お寺でもこれしたかもしれない。じゃあ、で、
これはちょっと仏教とは関係ないかもしれないんですけど、アメリカではこの絵文字ありますよね。合唱の絵文うん。字。すっごいよく使われるんですよ。みんなありがとうって言うとこれ使うんですね。でも日本の、今サロン村で気づいたのは、私絵文字の違いとか研究してるんですけど、アメリカと日本のあんま見かけないんですよね、これって。これってやっぱりそういう、なんだろう、例えば仏様に合唱するみたいなことによく使われるから、宗教的な風にこの絵文字は使われるようになってるんでしょうか、日本では。いや、その絵文字に関しては全くわからないけれども、絵文字の質問じゃ別の人にしておきます。まあね、合唱っぽいから、多分、うん、今出てきたけど、ごめんねで使うご人がめんね。多いのかはい。割と使います。結構そうですか。なんか私、本当にアメリカだと、ずっと使うんですね。もう、大抵何でも一日に何回も使ってる。だから、かなり固め。わかりました。じゃあ、すいません。なんか全然関係ない、専門じゃない分野の質問して、今、これやっててちょっと思い出したんで、不思議に思ってたこと。はい。じゃあ元に戻ります。すいません。脱線しました。じゃあですね、ちょっとすいません。誰か入ってこられたね。メイヤンだ。じゃあ、それで、ですね、はい。じゃあ、とりあえずお作法ありがとうございました。で、ですね、真ん中を通っちゃいけないっていうのは神社だけですか？なんか神様が通るから真ん中ダメとかっていうのをどっかで読んだんですけど、お寺は仏様はもう向こうにいるから通らないからいいとか、そういうのあるんですか？いや、まあ、神社でも別に、まあ、うるさい人はそう言いますけど、ね、お寺の場合、真ん中通っちゃいけないということはもう一切ないです。一切ないんですね。で、どこ行ってもいいと。で、結婚式とかを見かけたら、それは神社っていうことですか？そちらでも、お寺でも結婚式したりします？します、します。するんであすね。の、そもそも僕らは仏式ですからね。仏式でしますから。仏式ってどんな感じでしょどうとは、う？なんか違いあの、ます？この神社のと。神式とそれほど大きくは違わないと思います。ああ、もそれももともと日本では神様の前で結婚するという習慣がなかったので、ええ。神社で結婚するようになったのも、教会で結婚するのも最近なんですね。そうなんですね。で基本的な、そうなんですよ。三三九度というの杯という言葉、今の若い人は知ってるかどうかわからないけれども、神様なんか何もいないところで杯を交わすことで結婚が成立したんですね。うん。でそれがまあ豊かになりまして、神社とかお寺でも結婚式やるようになりましたけども、もともとですからキリスト教式の儀式の流れをパクったと。そうなんですね。ありていに言えばそういうレベルなんですよ。あこういうこと言うと営業妨害だって言われて怒られるかもしれないんですが、実際のところそうなんです。高度成長期ぐらいからです。高度そういう。成長期もわからないかっていうと昭和30年代とか40年代とかからだんだん増えただけで、もうその頃はまだ人前といいますか三三九度だけでっていう結婚式当たり前にありましたんで。そうなんですね。へえ。なんか私が多分行った先で見かけたの、結婚式でなんかこう行列みたいなのしてるのを見たのは神社に限られてたんで、お寺ではしないのかなとか思ってたんですけど、じゃあ全然違いますね。わかりいや、ました。ただ、はい、神社の方が人気があるんで、お寺でやる一般の方が非常に少ないということはあります。そうなんですね。あんまり見かけないと。うん、わかりままあ、した。一生懸命
セールスはしてますけどね。じゃあ、次結婚される方はぜひ川村さんのところで結婚式を挙げましょう。中継してください、それで。ズームとかで。じゃあ、はい。次の質問なんですけれども、例えばお寺にお参りに行く時の、服装、色とか持ち物、さっき数珠出されてたじゃないですか。やっぱ数珠は持ってった方がいいとか、あとなんか、これは本当かどうかわかんないですけれど、5円を持っていくといいみたいな感じの、もしかしてそれは違うのかもしれないんですけど、なんかそういうのいろいろあるんですけど、そういうどういうふうに言ったらいいのかっていうのを教えてもらえると嬉しいです。まあ、普通に行けばいいんですよ。何でもいい。ただし、白い服じゃなくてもいいとか。ただしね、靴下は履いておいた方がいいです。何ですか、それ。靴下。B さんじゃダメってことですね。なぜかというと、板の間や畳の上を歩くことになりますから、靴下を履いていないと汗がこう、畳を傷めるという問題がありますんで、まあ、これは日本の、よそのお宅をお邪魔するときとも一緒ですけれども、はい、よそのお宅へ行くときは、靴下は履いておかなきゃいけない。そうなんですね。それ知らなかったです。勉強になりました。素足じゃない方。これ私もよく普段ゴム草履なんで、よく失敗します。わかりました。じゃあ私も気をつけます。ニューヨークとかだとね、みんな B さんで歩いてるんですけど、日本は B さんダメとかっていう話聞いたんで、ちょっと気をつけます。うん、どうぞ。うん。B さんでも靴下持ってればいいよ。上がるときに履けばいい。ああ、そういうことなんですね。例えば、大きめのカバン持っていかない方がいいとか、なんか、色とかそういう制限はなしですか、別に。一切ないです。おー。じゃあその5円あたりは、5円は迷信です。それ、やった方がいい迷信ですか、それとももう、なんか、なんでやってるのみたいな迷信ですか？いや、まあ、あんまり5円っていうのは、仏教でご縁があるという言葉を使うんですね。はい。人と縁があるという場合にね、縁のことをご縁というので、そこから来てまして、その五円玉を入れると、なんかいいことがあるんじゃないかという、何の根拠もないただの語呂合わせですね。で、逆に、10円玉のことを、10円と、10のことを等って言いますね。はい。そうすると、10円は等円、円が遠くなる。だあから10円玉を入れないとか、まあ、いうことも言いますけれども、まあ、全くもって、まあ、どうでもいいことですね。あ、そうなんですね。どうせなら10円の方がもっとお金が高いからそっちにしてほしいとか、そういうのありますか？お寺としては、できれば紙がいいという。どうせなら5000円の円を作ってほしいみたいな感じですね。了解です。そうですよね。5円ぐらいもらうよ。そうですね。で、あと、このお年中、これ、数珠は、できれば、お持ちいただいた方がいいと思います。で、その前に来そうになったら、仏様の前に来そうになったら、こう、おもむろに出すんですか、それとももう、なんか外からもう出しとくとか。まあ、どちらでも結構です。本当何も大してあの、ないんですね、お作法が。はい。どんなタイミングでもいいので、仏様の前で、拝むときにあればいいので、ああ、わかりました。えっと、あとなんか仏様にお尻を向けちゃいけないみたいな、そういうの聞いたんですけど、そういうのありますか？これも、人間同士と同じですね。あんまり、人に向かい、お寺というのは仏様と向かい合って、心で対話する場所ですよ。
だから仏様に、向かう場所なのにお尻を向けていたら失礼ですよね。だから動作とかでどうしてもお尻向けなきゃいけないことなんていくらでもありますから、できるだけ向けないようにするという程度のことね。気をつけておけばいいってことですね。そんなに気を使う、もう本当に少し気をつけてればいいです。あと写真どこで今はい、特にね、インスタとかいろいろあるじゃないですか。特にまあ旅行者として私は行くんはい、で、まあ、できるだけ写真は撮りたいんですけれども、そういうもう写真ダメって貼ってるところもあるんですけど、貼ってなかったらいいのはい。か、それともそれは失礼になるのかっていうのが。貼ってなければ大丈夫です。あ、そうなんですね。そういうふうに出てなかったはい。ら、どこで撮っても大丈夫。で、ただ周りの人の迷惑にならないようにということだけ気をつけていただければ、はい。撮影と書いてない限り、もうどんどん撮っていただいて結構です。わかりました。で、その時に、例えば、お坊さんとか、そういう働いてる方とかが、ちょっと行ったりされたら、話しかけてもいいんですか？もう全然結構です。あ、いろいろお話聞いてもいいっていう。話しかけられると逃げるようなやつもいますけど、あの、基本、いくらでも話しかけていただいて結構です。ああ、わかりました。わ、すごい、まだまだ質問があるのに、もうそろそろ1時間ですね。ちょっと、ですね、法事とかお葬式とかそういうのの知っておいたらいいことっていうのも知りたいんですけど、で、あともう一つその後聞いて、で、皆さんの Q&A に動きます。はい。法事とかお葬式、おはい。寺ですることになった時に、ちょっと気をつけはい。ておきたいことっていうのを知りたいんですけれども。服装とか。そうですね、服装とか持っていったらいいもの、私、長女なんですね。で、家族もみんなこっちなんではい。すけど、母が日本生まれで、もしかしたらはい。日本で、日本のお寺に埋めてほしいかもしれないみたいなこと言ってるんですよ。で、もしはい。そうなっはい。たら、もう、何していいのか全くわからないんで、先に教えといてねって言ってるんですけど、そういう、まあ、とりあえずこう行ったらっていうのもあるんですけれども、それ呼ばれたらっていうか、例えばね、おばあちゃんがみたいなのあるんですけれども、もし自分が喪主になったりしたらもっといろいろあると思うんですけど、そういう知っといた方がいいことみたいな。それはね、そんなにこうないですよね。例えばお金、金符を包んで持っていきますね。お金を袋に入れて、うん、大体が。で、そそれは、の袋を、そこにこれ、法事の場合は、施主というか、それを主催する方にお渡しするんですけども、その時に、袋を裸で持ち歩かないということですよね。包む、小さな風呂敷みたいなふくさというものがありますので、基本的には、袋のまま、その袋だけで持ち歩かずに、ふくさに包んでお渡しする。で、ふくさは、渡すんじゃなくて、引き取って帰ってくる。ね。うん、これ、これその時に、派手な服装はやめた方が、どちらかといえば控えた方がいいという程度にはあります。一応黒ですか？いや、黒でなくても結構です。ダークなものであれば。じゃあ落ち着いた格好であればいいっていうことですね。はい。じゃあとりあえず落ち着いた格好してて、お金を袋に入れて、その上からそのふくさっていうものに包んで持っていったら、それさえ押さえとけば大丈夫ってことですか？もうそれぐらいしか別に、ケースバイケースなので、
地方によっても違いますから、ただし、それ、わからないときはもう住職に聞くっていうのが一番です。はい。地方差がすごく大きいというのと、やっぱり宗派によっても細かく、言うところもありますから、わからないことはもう、直接そのお寺の住職に尋ねて、で、きちんと対応してくれないやつ、お寺はもう、違うお寺に変わると。そんなやつダメだと。それぐらいの意識で結構だと。わかりました。じゃあ何かあったらもしかしたら河村さんのとこに変わるかもしれないです。はい、お待ちしております。お願いします。ちゃんと教えてくれるところに。じゃあ、ですね、これ私のその霊気のツアーちょっと話変わるんですけど、その霊気のツアーって行ったって言いましたよね。でそこで日本のその霊気っていうのを発見された方が東京にお墓持ってられまして名所になっちゃってるんですよ。で日本の外だと結構誰々の江戸川乱歩のお墓を訪はい。れようみたいな名所になっててよくやるんですけど、あのそこはもう追い出されるんですね、結構外国人の人が行くと。はい。で、それで思ったんですけど、日本ってお墓って親戚の人しか行かないんですか？基本的にはそうですけども、有名人のお墓なんかは、開放してあるところもあります。あ、そうなんですね。あ、じゃあ開たま放してる。たまですから、そのお寺が、一般に開放していないお寺だということだと思います。はい、してないみたいです。でもなんか山ほど外国人が訪れて、で結構私たちは20人いて、でもうとても静かにねみたいな感じですごくお作法を守ってるつもりで行ったんですけど、事務所の人が来て「すいません、ちょっと今日なんかスペシャルなセレモニーがあるんで帰っていただけませんか」みたいなことを言われて「じゃあ明日いいですか」みたいな聞いたら「いや」みたいな感じでもう追い出されて。で、ああとか思ってたら、外に出た途端に門の前に白人の方が2人、こんな感じで床に座って門に持たれてたんですね。で、なんかお水飲んでるみたいな感じで、あ、これがあるから外国人の、なんだろう、お墓を訪れるのは、もう追い出されるんだろうなと。私一人で昔々行った時には別に追い出されなかったんですけれども、で、それで知りたかったのは、お墓に行った時のお作法っていうのはありますか？作法という決まったものは実はないんですね。これなぜかというと、やはり地方差が大きすぎるんですよ。これね、皆さんびっくりされるかもしれませんけども、実際お葬儀にも作法って全国的に統一された作法ってないんですよ。そういうことを宗派の中央では考えたんですけども、地方差がありすぎて統一できないというところで本捨て置かれていたんですね。ですからお墓にしても、家宝というよりはやっぱりお墓に対するというか、お墓というより、お墓は単なる箱ですから、お墓にいらっしゃる仏様ですよね。に対する敬意というものがあれば、敬意を持って接すればいいんであって、何をしなければならない、お花備えるところとお線香とろうそく立てるところはついてますから、それはするにしても、もうそれ以上のことは、墓地の管理、それぞれの墓地によってやっていいこと、いけないことが決まってますから、そのルールにのっとっていただくということですね。じゃあ、もう、今、いいですか。今、実は各地のお墓で困ってるのが、
お供え物に食べ物をお墓に置いたままにするっていうので非常に困ってるんです。でそうすることによって、それが腐る、動物が来る、いろんな問題が起きてまして、納骨堂とかお墓で待ってて、人がお供え物に置いておったものを集めて帰られる人がいるんです。もうね、本当にそれを持ってお墓に来る人たちもいるんで、だからできるだけ食べ物は置いて帰らない。一旦お供えしてお参りが済んだら持って帰ると、それぐらいだと思います。一番気をつけなきゃいけないのは。で、持って帰って食べちゃっていいんですか、その後。もちろんもちろん。私の知識ってちょっと漫画とかからしか来てないんで偏ってるんですけど、結構皆さん行ったらなんかこんなバケツ持ってこうはいひしゃくとかで綺麗にしたりとか、あれは結構やった方がいいんですか？あれはその前にお花を用意したところで桶も多分あると思うんで、お花と一緒に、水も持っていきますから、掃除という意味合いときれい、掃除っていう言い方したらおかしいですね。仏様をこうきれいにさせていただくという意味合いですから、大丈夫ですね。はい。じゃあ、ですね、最後、ちょっと、簡単に川村さん、この先、お盆っていうものが来るって日本に聞いたんですけど、それの、なんか、いい過ごし方とかありますか？お盆は一応仏教ですよね。合ってますか？あのちょっと衝撃発言をしていいですか？どうぞ。お盆っていうのは中国の儒教の習慣なんですよ。でそれが日本に持ち込まれて仏教に採用されて、そこでお盆のことを書いたお経があるんですけれども、実は中国産もしくは日本産でインドでできたものではないんですね。でというと身も蓋もないことになりますけれども、そういう習慣をこう利用して、その期間亡くなった仏様に対して思いを馳せていただきたいということで仏教が採用したんだと思うんですね。ですから普段忘れてるじゃないですか。ね、亡くなった方のことなんて全く考えずに生活してますから、お盆の間はせめて亡くなったご先祖様に思いを馳せて、多少は感謝の気持ちで手を合わせてみたり、お墓へ行ったり。じゃあ、ですね、ここで、ありがとうございます。できれば最後に川村さんに念仏を唱えていただいて終わりにしようと思うんですけれども、いいですか、川村さん。念仏だと南無阿弥陀仏で終わっちゃいますけど。そうなんですか？じゃあ、なんか2分ぐらいみんなの心を落ち着けれるようなのをお願いしたいんですけど。これはないもん、そんなの。短いのでいいですかね。はい、お願いします。で、どういう姿勢で聞いた方がいいとかあったら。いや、寝転がっていただいても、どうでもいいですよ。楽ならいいんですよ。わかりました。じゃあ、お願いします。はい。高原に偉人無学尿税妙無用当社日学馬二種公園尿開出本平有脈十目尿来用現調整無検証拡大四コール実法開門精進三枚一位異徳無料少々慶風人体前年勝負法外風人人の空法外定無満欲の生存用無人の死死人徳無力軍公大地平人名本用一層新大道戦艦がサープ最小法が道上地未有芸な不正常位解任精進尿税三枚一位以上合成特部不行士官一切空空一切大安慶地有部百戦の九万無料大小収入合弱用一切指導勝負不尿不動検証不行非尿合者勝負税界部不可刑無修戦の
光明失笑変死小国尿税小人異人南領領がサーブ国道第一号周期明道上調税国尿内容任務闘争が東愛民道だ一切実法来省新年症状意東が国慶楽安農合部新尿税外新書発願王非力長小欲実法生存地へ無芸上領子孫地が新業下領新死小国独中画業精進忍術系はい、一番短いのを2分に収まるようにやってみました。ありがとうございます。無茶ぶりを聞いていただいてありがとうございます。いや、心が本当にスッとしてなんか綺麗な感じになったような気がするんで、ありがとうございます。じゃあ、ですね、皆さん楽しい時間を共有してくださってありがとうございました。川村さんも素晴らしい教えをありがとうございました。もうとっても勉強になったのと、あとここにいる人たちだけじゃなくって、例えば私今日、学んだことをみんなに伝えるし、モッさんとかも海外回ってみんなに伝えるだろうし、皆さんこうやって家族の方とか周りの人に伝えることになると思うんで、まあ100何人とか何百人とかの人の教えをしたということで、どうもありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。とってもためになりました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、この気持ちいい感じで、川村さんのね、唱えてくれたのをちょっと思い出しながら、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。さよなら。川村さん、本当にありがとうございました。